こんばんは、ゆうかです。今回作っていくのはこちら。じゃーん。フィギュアライズラボスキナミアスカラングレーです。こちらのキット、かなりクオリティが高いということなので、すごく楽しみにしてました。今回は私もプラグスーツもどきを着て撮影をしています。箱を見た感じだとプラモデルというよりフィギュアみたいですよね。早速作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。開封前に注目すべきはこのパッケージの下の部分。無塗装組み立て状態と書いてあります。だいたいパッケージは塗装した状態で載っていて、作ってみたら全然違うってことがよくあることだと思うんですけれども、無塗装で載せてくれるのは購入する側にとってもすごくありがたい情報ですよね。それでは開封していってみましょう。まず一番上に入っていたのはボディのパーツです。この時点で肌の透け感がすごいです。次にもろもろのパーツと髪の毛のパーツ、細かいパーツと顔のパーツと光沢のある赤のパーツが入っていました。説明書は縦長の1枚の紙になっていました。まずはボディを作っていきます。組み立てでボディが一番時間がかかりました。初めて作るシリーズだから不慣れというのも大きいかと思うんですけれども、ガンプラなどのキットと違ってかなり曲線が多いので、アルティメットニッパーで綺麗に処理をしたとしてもちょっとポコッとランナー跡が残ってしまいます。二度切りをしても綺麗にできないところはデザインナイフで処理をしました。他のところも綺麗にして透明プラグスーツのパーツを組み合わせるとこんな感じになりました。おへそすごい。次はこのボディの隙間にプラグスーツの赤いパーツをはめ込んでいきます。黄色いライン部分はシールで貼っていきます。このシールがかなり細くってきっちり貼りたいのにうまく貼れないし、大雑把にやるとシールが剥げてしまうので集中してやったんですけど、このシールを貼る作業で結構時間がかかってしまいました。シールを貼ってはめ込むとこんな感じになります。脇腹にも同様に赤いパーツにシールをつけて組み立てます。ライン状の赤いパーツを組み立て終わったら、そこの丸い部分に入れるこの緑のパーツをはめ込んでいきます。こういう小さいパーツは切った瞬間に飛んでいってしまうことがあるので、ちょっとヒヤヒヤしますよね。背中の方の赤いライン状のパーツも同様に組み立てます。背中にはテストと書かれたパーツがくっつくはずなんですけれども、これがなかなかくっつかない。どうしても変な隙間が空いてしまって、ここは一番苦戦したパーツかもしれません。原因は胴体のパーツがちゃんと組めてなかったところにあったようです。後からわかるんですけれども、ここ完成すると完全に見えなくなる部分だったりします。他のパーツもくっつけてボディはこんな感じにできました。スーツの透け感の表現がとんでもないことになっています。次は足を作っていきます。このキットは稼働しないので足はたったの14パーツです。それぞれのパーツも大きくて簡単に組むことはできるんですけれども、光沢のある足のパーツ気をつけてはいたんですけれども、二度切りの際大きく削り取ってしまいました。塗装なしで仕上げる場合はこういったミスが致命的ですね。見えない位置だったのでまだ良かったです。ミスはあったものの足はすぐに組み立てることができました。胴体の倍以上足が長いなんてスタイルの良さなんでしょう。次は左腕を作っていきます。腕はボディと同じ透明スーツのパーツと足と同じ光沢のある赤のパーツで構成されています。途中肌色のシールを貼る指示があります。このシールは見えない位置なんですけれども、
パーツ形成の都合上オレンジの透けている層がここに出てしまっているので、透けないために当てるシールかなと思います。多分脇の下のパーツなんですけれども、組み立てたら全然どこにシールを貼ったのかわからないぐらいです。ニッパーだけで製作可能ということなんですけれども、手の曲線もデザインナイフを使ってあげた方が綺麗に切れるかなと思います。ボディとくっつけて腕はこんな感じにできました。親指が別パーツであったのを忘れていて、親指もつけるとこんな風になります。次は頭を作っていきます。まずは顔からです。顔は2つのパーツでできていて、この一見なんだろうというパーツが目と口になります。口にはピンクのシールを貼りました。これを顔の表面のパーツと合わせると、なんということでしょう。かわいいお顔ができました。よく見ると黒の瞳孔の上にクリアブルーの層が重ねられています。めちゃくちゃ細かいですよね。後頭部のパーツの方向がわからなくてちょっと手間取りましたが、後頭部をドッキングさせたら次は髪を作っていきます。髪のボリュームや毛先の表現をするためにこれだけの複数のパーツに分かれているのかなと思います。すごい考えられて作られたキットだなって感心します。頭のインターフェースもつけて頭部ができました。生首状態でもこの可愛さ、素晴らしい造形です。後ろ髪はこんな風に2層程度になっていて奥行き感があります。次は右腕を作っていきます。作りは左腕と言えない左腕と一緒なので割愛します。胴体とくっつけてこんな感じにできました。髪を触ってる手も細かいです。最後にこの手の上にかかるツインテールをつけていきます。ハーフツインテールはアスカのチャームポイントトレードマークですよね。ツインテールをつけたらアスカの完成です。さあ、このアスカの可愛さ存分に見てください。スラッと長い足、くびれたウエスト、透けた肌、可愛らしい顔、何もかも最高です。少し頭は大きめかなと思ったんですけれども、完成してみるとそんなことはないです。もうこれで正解。これが正解。もう尊すぎます。上から見ても下から見ても可愛すぎます。なんといってもこの透明のプラグスーツの表現がすごいです。肌の凹凸に合わせて濃淡がちゃんと描かれているし、このシワ感もすごいです。プリッとしたお尻もすごく可愛くて、後ろ姿もずっと眺めてられます。新劇場版派でアスカがこのプラグスーツを初めて着た時と同じぐらいの衝撃を感じます。大きさ比較のためにリアルグレードの2号機を横に置いてみました。2号機もびっくりな高身長です。というわけで今回はフィギュアライズラボの月並みアスカラングレーを作りました。このプラモデルとは思えないクオリティ、すごい技術ですよね。制作時間は3時間程度だったので、気軽に作ることができるんじゃないかなと思います。思ってたより結構大きさもあるので、ショーケースに飾った時の見栄えも期待できそうです。このシリーズでアスカを出してくれて本当に嬉しいです。また他の美少女が発売されると思うと、それもすごく楽しみですね。そういえば以前の動画で私は月並みアスカラングレーよりソウリュウアスカラングレーの方が好きと言っていたんですけれども、映画を見た後では月並みアスカラングレーも表面には出さないなりにいろいろと考えを持っていたのが分かって好きなキャラクターになったし、ソウリュウアスカラングレーも報われたような描写があったので、映画見に行ってよかったなってつくづく思います。YouTube にいろんな考察動画が上がってますが、それを一通り見てまた劇場に見に行きたいなって思っています。
私の動画を見てくださってる方の中にもエヴァはちょっと分かりづらくってあんまり好きになれないとか、まだ見たことがないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、本当にすっごい名作なので、ぜひ見てもらえたら嬉しいなと思います。このところエヴァの動画が続いていましたが、次回はエヴァンゲリオンとは離れたキットになりますので、そちらもお楽しみに。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。プラグスーツへの憧れを捨てきれず、なんちゃってプラグスーツの水着タイプのものを買ってみたのはいいんですけれども、かなりハイレグだし、水着としては素材が薄すぎるし、これはトレーニングウェアとしてしか使い道がなさそうです。